みんな、済んだもんなのだ。今日も元気いっぱいで行くのだ。今日はアジアの暑い国、ベトナムにズームインするのだ。ねえねえ、知ってた？ベトナムっていう名前、実はもともと、南語詞、ナムベトっていう略の名前になるはずだったのだ。でも、お隣の中国に、その名前は紛らわしいからダメなのだ、と反対されて、今の、古紙南、ベトナム、に決まったらしいのだ。まさに歴史の裏話なのだ。そんなベトナムから、今日はなんと3つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。ベトナム U21 バレーチームへの厳罰、インドネシア世界選手権で物議。っていう、まさに大事件なのだ。快進撃を見せていたベトナムの若いバレーチームに、突然、FIVB から驚くほど重いペナルティが課せられて、準決勝進出の夢が閉ざされちゃったのだ。何が起きたのか、ちゃんと説明してほしいのだ。もしこの動画が面白いって思ってくれたら、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いするのだ。それでは、一緒にベトナムの最新情報を見ていくのだ。はい。かしこまりました。ベトナムの紹介文を作成するのだ。ベトナムは、東南アジア、インドシナ半島に細長く伸びる国なのだ。首都は北部の古都ハノイで、南部には経済の中心地ホーチミンがあるのだ。かつてはフランス植民地時代を経て、激しいベトナム戦争を乗り越えた歴史を持つが、現在は社会主義共和国として発展しているのだ。政治体制は、共産党による一党支配なのだ。人口はおよそ1億人と多く、若い世代が活気あふれる国なのだ。主要産業は、肥沃な土地を生かした米やコーヒーなどの農業に加え、近年は電子機器や衣料品などの製造業が急速に成長しているのだ。世界遺産のハロン湾や、ランタンが美しいホイアンなど、豊かな自然と歴史的な観光地も魅力なのだ。国民食のフォーや生春巻きなど、食文化も多様で人気を集めているのだ。現在、ベトナムは力強い経済成長を続け、世界から多くの投資が集まる、まさに今が旬の注目国なのだ。一つ目のニュースなのだ。FIVB はなぜ、インドネシアで開催された U21 世界選手権でのベトナム人選手の出場不可について説明しなかったのかという記事なのだ。FIVB が U21 女子バレー世界選手権でベトナムの選手を出場資格なしと判断し、チームに重いペナルティを課したのだ。ベトナムは過去の試合結果をすべて取り消されてグループ最下位になり、準決勝進出のチャンスを失ったのだ。さらに3万スイスフランもの罰金も課されたのだ。でも、FIVB はこの決定の詳しい理由を公表していないのだ。ベトナムバレーボール連盟 VFV は、選手も連盟もすべての規定に従っていて、書類を偽造したことはないと強く主張しているのだ。出生証明書の発行が遅れたのは田舎ではよくあることだと説明したけれど、FIVB は結局、その選手が出場資格なしだと結論付けたのだ。FIVB や FIFA といった国際的なスポーツ団体は、過去にも法的リスクを避けるため、出場資格取り消しの理由を詳しく公表しないことが多いみたいなのだ。VFV は、選手の権利とベトナムバレーボールの評判を守るため、違反の明確な定義を求め、FIVB に公式な抗議をしようとしているのだ。早く真実が明らかになるといいのだ。二つ目のニュースなのだ。シリアン、チョン、マレーシアのロキティ州を初体験という記事なのだ。香港の歌手、シリアン、チョンさん、44歳がマレーシアを訪れて、現地の美味しいものを満喫したのだ。彼女はバラエティ番組の収録後、クアラルンプールの屋台街で夕食を楽しんだのだ。野菜、エイのグリル、サテー、手羽先など、たくさんのごちそうを味わったのだ。特に、ホテルでスタッフが用意してくれた、ロティ、キシュー、という、紙のように薄いデザートに驚いたのだ。どうやって食べるのと笑いながら一口食べたら、美味しい
と感激していたのだ。ファンからは彼女が地元料理を楽しむ姿や若々しい見た目を褒めるコメントが殺到したのだ。20代に見えるといった声もあったのだ。ジリアンさんのマレーシアでの楽しい食体験のニュースなのだ。3つ目のニュースなのだ。ベトナム U21 バレーチームへの厳罰、インドネシア世界選手権で物議という記事なのだ。2025年女子 U21 バレー世界選手権でベトナムチームに FIVB から驚くほど重いペナルティが課せられたのだ。わずか24時間足らずの調査でセルビアやカナダ、開催国インドネシアに勝った試合が全て敗北に変更されてしまったのだ。初出場で快進撃を見せ、グループ2位だったベトナムはこの処分で一気に最下位に転落し、準決勝進出の夢が閉ざされてしまったのだ。 FIVB は選手の資格規則違反を理由に挙げたけど、どの選手がどんな違反をしたのか全く説明がないのだ。ベトナムバレーボール連盟はこの緊急規定が事前に通知されていなかったことや、サンプルサイズから処分までの異例のスピードに強く抗議し、詳細な説明を求めているのだ。性別資格の問題が疑われているけど、過去には擁護されたインドネシア選手の事例もあり、FIVB の一貫性のなさが批判されているのだ。科学的にも性別の判断は複雑なのだから、若い選手たちの将来やベトナムバレーボールの評判を守るためにも、もっと透明性のある公平な調査と説明が必要なのだ。ベトナムは経済成長も著しく、食や観光も魅力的な国なのだ。U21 バレーの件では公平性が問われたけれど、真実が明らかになって、ベトナムが今後も活気あふれる国として発展し続けることを願うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。